ちは、インドカレー主婦です。今日はほうれん草とひよこ豆のカレーを作ります。約4人分の分量です。使用しているのは、乾燥した状態で約 120g のひよこ豆、ホワイトチャナですが、一晩浸水させ水を吸い、約 300g ほどになっています。市販されているひよこ豆の缶詰を調べたところ、内容量 400g で固形量が 240g という分量が多かったので、水煮のひよこ豆の缶詰を使用して作られる場合は3から4人分と思っていただけると良いかと思います。ほうれん草のペーストの量を調整すれば、1人分は前後しても問題ありません。一晩浸水させたひよこ豆を圧力鍋に入れ、鍋に入れた豆の高さの3倍ほど水を入れます。次にベイリーフ2枚とシナモン小さめ3かけを入れ、蓋を閉めて強火で水から茹でます。圧力がしっかりかかったら弱火にし、そこから8分茹でたら、ひよこ豆の下準備は完了です。続いて鍋にギー大さじ2、油大さじ1を入れ、コンロの火をつけます。ギーの代わりにバターを使っても大丈夫です。ギーが溶け、しっかり温まったら、クミンシード小さじ1とクローブ4個を入れ、弱火で 4、50秒ほど炒めて油にスパイスの香りをのせます。続いて玉ねぎ中サイズ1/2個をみじん切りし加え、中火にし炒めます。使用している鍋によって炒め時間は変わりますが、少し茶色く色づくまで炒めます。玉ねぎが色づいてきたら、みじん切りしたニンニク3かけと同量の生姜、スライス切りした青唐辛子2本を加え、2、3分炒めます。そして、ターメリックパウダー小さじ1/4、レッドチリパウダー、コリアンダーパウダー、クミンパウダー、ドライマンゴーパウダーを各小さじ1、さらに塩小さじ1/2と、今回のポイント、ブラックソルト、小さじ1/2を加え、やや弱火で炒めます。チャナを使ったカレーは、少し酸味を加えるのが我が家のポイントで、ドライマンゴーパウダーや大涌谷の黒卵のような味わいのブラックソルトを入れています。1分ほど炒めたら、カットトマト缶大さじ2を加え、さらに2分ほど炒めます。トマトが全体に馴染み、スパイスが一体になってきたところで、ステップ1で茹でて湯切りをしたひよこ豆を加えます。この時、ベイリーフなどは取り除いておきます。水煮のひよこ豆を使用する場合は特にスパイスを増量しなくて大丈夫です。そのまま水分を切って加えてくださいね。ひよこ豆全体に炒めたスパイスが絡むよう全体をよく混ぜます。全体によく絡んだら、茹でたほうれん草をブレンダーでペースト状にしたほうれん草のペーストを加えます。冷凍のほうれん草を使用しても大丈夫です。また、生の状態のほうれん草のペーストを使用する場合は、ひよこ豆を入れる前にスパイスと5分ほど煮込んでからひよこ豆を投入していただいた方が良いかと思います。中火のまま再沸騰するまで混ぜながら待ちます。再沸騰したら弱火にし、時折かき混ぜながら3、4分煮込みます。グレービーがもったりと濃い方がお好みの場合は、蓋を開けたまま煮込み続けてくださいね。もう少しサラサラとしたグレービーが良い場合は、お水を適量加えてください。3、4分煮込んだら、ガラムマサラ小さじ2、カスリメティ小さじ2を加えます。カスリメティは手で揉んで入れると、より香りが引き立ちます。チキンカレーの最後に加えてもとても美味しくなるので、スパイスカレー好きな方でまだ使ったことがない方は、ぜひ揃えてみてください。とてもおすすめなハーブのようなスパイスです。そして、あと2分ほど煮込めば完成なのですが、さらに風味よく、美味しくいただきたい方におすすめなのが、テンパリングです。フライパンや小鍋に、ギー大さじ2と、クミンシード小さじ1/2、フェヌグリーク小さじ1/2、ドライレッドチリホール2つと、スライスしたニンニク2つ分を熱します。もう少しでニンニクが焦げてくるかな、という一歩手前で、レッドチリパウダー小さじ1/2を加え手早く混ぜ、カレーの鍋に流し込みます。とっても良い香りです。スパイスとニンニクの香ばしい香りと、まろやかなギーの香りが漂い、食欲がそそられます。最後に味見をし、味が薄い場合は塩を足してくださいね。そうしたら完成です。音声はここまでになります。
最後の美味しい瞬間は映像でお楽しみください。ありがとうございました。